Rap Your Japanese Podcast へようこそ。このポッドキャストシリーズ、だいぶ久々だよね。もしこのポッドキャストシリーズがめっちゃ好きで、楽しみで待ってたなら、ごめん。でも今日は久々にやっていくから、最後まで見てみて。で、このポッドキャストでは、タメ口を俺がお前と友達と喋ってるかのような感じで喋っていくから、もしタメ口をマスターしたい、タメ口を使って日本でちゃんとしたリアルな友達を作りたいとか、そういう願望があるなら完璧な動画になってるから、最後まで見ることをお勧めするよ。あとこっちに教科書では習えないようなフレーズとかパターンを見せていく。だからこの動画見るだけ下手したら教科書から日本語学ぶより得られるものは多いと思うから、やっていこう。で、今日のテーマはなんで外国人が日本人と友達になれないかっていうちょっとネガティブっていうか重いテーマについて話していこうと思うから。でもこれを理解すれば絶対友達作れるから。まずほとんどの外国人が日本人と友達になれない大きな要因っていうのは前提として日本人ってだいぶ閉鎖的なんだよね。日本って島国じゃん。ちょい昔まで鎖国してた国だよね。だから外の人間とほとんど交流をしてこなかった人種なんよ。だから外の人間に対して閉鎖的なのは、自然な現象だよね。でも俺らが閉鎖的なのって日本の外の人間だけじゃなくて日本人に対してもそうなんだよ。例えば別のクラスの人間を外部の人間として見たり、別の学校の人間はもう宇宙人くらいのレベルで部外者として見たりするんよ。でもこれは多分他の国にもあるよね。お前の国にも多分あると思う。その縄張りシステムみたいな。自分たちの仲間の外の人間はちょっと一歩引いてちょっとジャッジするよね。このテリトリー、この縄張りシステムは動物として俺らも動物だから当たり前に多分全世界共通であることだと思うんだけど、でもやっぱり日本人は他の国の人間より閉鎖的。知らない人と喋るときとかも人間と喋ってる感覚はないし、例えば英語で知らない人と喋るときは普通に心の壁を作らずに喋りやすいよね。でも日本語で知らない人と道端で喋ったりっていうのはまずほぼないし、喋ったとしてもものすごい壁を感じるわけよ。で、これはなんでだろう。これはなんだと思う。俺は日本に22年間日本で生まれ育った経験を通して敬語っていうのが一番でかいと思う。俺のことをしばらくフォローしてるならわかると思うんだけど、日本語には大きく2つ分けて敬語とタメ口っていう2種類の言語があるよね。この敬語が俺らが知らない人と喋るときとか、店員さんと喋るときとか、上司と喋るときとか、あんまり仲良くない人と喋る言語なんよ。だから敬意を払う言語。敬意しか込められてない。たまに皮肉とかも込められる言語なんだけど、基本的には敬意を示す言語。でも敬意だけで友情関係って生まれないよね。ジョークだったりバカにし合ったりっていう友達にしかできない、仲いい人にしかできないことっていうのは、敬語じゃあんまりやる人がいないんよ。たまにめちゃくちゃ上手い人はいるんだけど、日本人の 90% は敬語を喋るときは基本的に壁がある状態で喋ってる。でその壁がある状態で喋り続けることによって、俺らの脳はそのシチュエーションとそのシチュエーションの中で喋ってる敬語っていうのを脳内でリンクするんよ。だから敬語喋るときはちょっと壁を作らないといけないっていうか、壁をもう感じざるを得ないんだよね。敬語を喋るときっていうのは。これって日本語を学んでるお前とか他の学習者、絶対に知らなきゃいけないことだよね。だって何のために日本来るの？何のために日本住みたいの？日本で何したいのってなったら、現地の人と友達になって、で、日本の本当の文化っていうのを理解して、その中で日本の一部として生きたいよね。もちろん仕事もそうで、仕事で敬語使わなきゃいけないかもしれない。
でも仕事だけじゃないでしょ、人生。仕事だけする社畜になるために日本に来るわけじゃないでしょ。日本に今いるわけじゃないでしょ。でもこの敬語が壁を作るっていう事実を日本語の教科書とか YouTube とかインスタとか SNS で日本語を教えてる先生、オンラインで日本語のチューターしてる人とかは言わないよね。だから日本語学習者はもちろんその事実を知らないわけよ。だから俺の YouTube とかコミュニティとかにタメ口を学びたい人っていうのが集まるわけで。なぜならタメ口が俺らが本当にリアルな姿を見せる時に使う言語だから。タメ口で家族と喋ったり、友達と喋ったり、仲いい人と喋ったり、プレッシャーを感じてない時に喋る言語がタメ口なんよ。この真実を知らない日本語学習者がめちゃくちゃ多い。タメ口の存在すら知らない人だっているから。俺の動画を見て初めてタメ口の存在を知る人だっているし、めちゃくちゃやばい状態じゃないそれは。ただ教科書から日本語を学んだり、YouTube の日本語を教えてるリアルな人間から日本語を学んでも、日本で友達を作って幸せになるっていうがハードモードになってるこの日本語のシステムがあるわけよ。これをまず理解することが大事。これを頭に入れた上で日本人に対する接し方を考える必要があるよね。俺がさっき言ったように敬語は壁を作る文化。敬語は日本人が部外者、外部の人間と喋るときに使う言語だから、敬語を喋り続けてたら日本人と当たり前に友達にはなれないよね。その日本人が英語を喋れてれば友達になれるかもしれない。でも英語を全く喋れない日本人と敬語だけで友達になるのは不可能だよ。だからもうこれ1万回くらい言ったかもしれない。タメ口を学ぶしかないんだよ。タメ口を学ぶしか日本で日本人と友達になって幸せなソーシャルライフを築いて幸せな人生を送るっていうことを叶えるにはタメ口は必須。タメ口は必要不可欠。これさえ理解してタメ口を学べば日本人と友達になるなんてめちゃくちゃ簡単だから。今日本にめちゃくちゃ外国人いるよね。で、ほとんどの人は日本語喋れないよね。で、日本語喋れる人でも敬語しか喋れない人が大半だよね。で、その人たちは日本語しか喋れない日本人と友達になれない。逆にお前がタメ口を喋れれば、そういう外国人を見てきた日本人からしたら、こいつ分かってんじゃんってなるわけよね。こいつめっちゃノリいいやん。このノリっていうのが日本人の友達関係でめちゃくちゃ大事な要素になってるから。だから俺はタメ口が敬語よりも大事だと思う。その幸せっていう観点で考えたらね、キャリア的な観点で考えたら、敬語はもちろん大事だよ。でもいいキャリア、いい仕事をもらえるイコール幸せって本当に言える？もう気づいてるんじゃない？知ってるんじゃない？金、いいステータスイコール幸せじゃないっていうのは俺らはもう知ってるよね。やっぱり人間関係から得れる幸せっていうのはどんな金よりもどんな車よりもでかいと思う。どんなに金持っててもどんなに高級車乗ってても一人だったら寂しいよね。一人だったらなんか空っぽな感覚だよね。だから人間関係、ソーシャルライフっていうのは俺らの人生においてめちゃくちゃ大きい大部分を占めてると思うから。で、この俺らの人生の大部分を日本で満たすためにはタメ口を学ばなきゃいけない。でもタメ口を学ぶのってどうやってやったらいいの？最短でタメ口を学べる方法って何？そういうお前のために日本で初タメ口を専門で教える人間的なロボットみたいじゃない人間的な日本語タメ口を教えるコミュニティを作った。
このコミュニティはただコースを見るだけじゃなくて、タメ口を一生懸命学んでる他の学習者ともお互いを高め合いながら、モチベを高め合いながら、一緒に日本語、タメ口をマスターできる最高な場所になってるから。一人でやるより同じ方向を向いて、同じ目標を達成するために毎日頑張ってる仲間がいるだけで、めちゃくちゃ楽になるよね。だからもし日本で幸せなソーシャルライフ築きたくて、タメ口を学びたいなら、概要欄にリンク貼っとくから、ぜひ来てみて。もし喋ってほしい話題とかあったら、コメント欄で教えて。次の動画でそれについて喋るから。また次の動画で。お疲れ。